ねえねえきなこ、65% の企業がもう AI エージェント使ってるって聞いたんだけど、わしも乗り遅れてる？ちょっと待って、導入の定義が問題なんだよ。同じ調査でね、本番環境まで到達できてるのたったの11、14% なの。65% が使ってるのに 11% しか本番に行けへんの？ 100 匹のハムスターが走り出して90匹が途中でこけてるくらいの話？そう、そのくらいのイメージなの。118億ドル規模なのに現場は POC 地獄。今日この矛盾を掘り下げるね。 POC 地獄、なんか怖い響きやな。じゃまずはそもそも AI エージェント市場って今どのくらい大きいのってとこから始めよう。きなこもっちーのテック深掘り。 AI エージェントを信用しすぎるな。本番失敗率 86% の真実と118億ドル市場の矛盾を解説。まずは市場規模からいくね。 AI エージェント市場は2026年に118億ドルなんだよ。118億ドル？僕、ドルって聞くと頭がフリーズするんだけど。150円換算でだいたい 1.8 兆円なの。日本の家電市場くらいの規模だよ。1.8 兆円？ひまわりの種に換算したら一生分の何百倍やん。しかもこれまだ序盤なんだよ。2034年には2513億ドルまで伸びる予測なの。2513億ドル？僕の計算機が壊れる桁やで。それって何倍くらい？5年で約7倍、10年で30倍、年率にすると 46.61% 成長なんだよ。年率 46%？ 僕の体重が 46% 増えたらコロコロのまん丸ハムスターやん。もっち、それ食べ過ぎだよ。でも数字のインパクトはまさにそれくらいすごいの。次にもっと衝撃的なデータがあるんだよ。ガートナーの予測なの。ガートナーってよくテック記事で見るあの調査会社？そう、2026年末までにエンタープライズアプリの 40% にエージェントが組み込まれるんだよ。去年は 5% 未満だったのに1年で8倍になる予測なの。1年で8倍？僕が使ってるアプリも気づいたら全部エージェント入りになるん？そうだよ。スプレッドシートもメールも裏でエージェントが動く時代になるの。極めつけはマッキンゼーの調査なんだよ。世界105カ国1993名の経営層に聞いた結果なの。88% の企業が AI を定常利用、62% がエージェントを試行中なんだよ。 62% って半分以上の企業がもう触ってるってことやんか。めっちゃガチやん。投資家も経営者もガチで動き出してるの。バズワードじゃ済まされない段階なんだよ。数字だけ見たらバラ色やん。でもきなこの顔ちょっと曇ってる気がする。盛り上がってるところ悪いんだけど現実はもうちょっと厳しいんだよね。なんか嫌な予感がするんだけど。フィフスローが2026年3月に出した調査だと本番運用までたどり着いたのは11から 14% だけなの。 11%？ ほな残りの86から 89% は全部こけてるってことかいな。さらに MIT の南大イニシアチブによれば生成 AI パイロットの 95% が測定可能な財務インパクトを出せてないんだよ。 95%？ お金かけたのに何にもう帰ってこないってこと？それ会社の人どんな顔してる？キャップジェミニが14カ国1500人に聞いた調査ではスケール展開で来てる企業はわずか 2% なの。 2% ってほぼ全員つまずいてるやんけ。前の話と全然ちゃうやん。ここがね AI エージェントの一番面白くて怖いところなんだよ。試してる企業は山ほどいるのに本番に届くのはほんの一握り。 POC 至極、響きがえぐいな。でもなんでそんなに本番に届かへんの？理由はこの後のショーでじっくり話すね。もう一つガートナーが今年発表した衝撃の数字があるんだよ。ガートナーさん、また何か怖いこと言うてるん？2027年末までにエージェント型 AI プロジェクトの 40% 超がキャンセルされるって予測してるの。 40% キャンセル？さっきの本番到達 11% と足したらもうほとんど種類類や。しかもねガートナーはもう一つ厳しいことを言ってて、数千社のベンダーがいるけど本物の能力を持つのは約130社だけだって。じゃあ残りの会社は何やってんの？
偽物ってことを？ガートナーはそれをエージェントウォッシングと呼んでるの。古い RPA にラベルを貼って売る状態なの。エージェントウォッシング、めっちゃええ言葉やん。グリーンウォッシングの AI 版やんけ。感心してる場合じゃないんだよ。本物と偽物を見分けないとせっかくのお金と時間が消えちゃうの。じゃあその本物のエージェントって RPA とかチャットボットと何が違うん？そこちゃんと教えてや。じゃあ本物の AI エージェントが RPA やチャットボットとどう違うのか3つのポイントで整理するね。お、3つか。覚えやすくていいな。早速お願いします。1つ目は自律性ね。 RPA は決まった手順を機械的に繰り返すだけ。エージェントは状況を見て自分で判断するの。状況を見て判断ってどういうことをもうちょい噛み砕いてくれる？例えばね、 RPA は請求書を A に保存するって書いた通りに動くだけ。フォーマットが変わると止まっちゃうの。でもエージェントは請求書を整理してってゴールだけ伝えればフォーマットが違っても自分で対応するんだよ。なるほど。手順書ロボットと考えるロボットの違いってことやんけ。そう、いい例えだね。2つ目はゴール思考。チャットボットは一問一答で終わるけどエージェントはゴールまで動き続けるの。ゴールまで動き続ける？具体的にどう違うんだろう？チャットボットは今日の天気はに答えて終わり。エージェントは出張の航空券取ってに対して検索、比較、予約まで全部やるんだよ。おう、秘書みたいに最後までやってくれるんやな。それは便利すぎやん。そして3つ目がツール仕様。エージェントは外のツールを呼び出せるの。検索、カレンダーデータベース API まで。ツールを呼び出すってエージェントが自分で道具を選んで使うってことを？そう、考えて行動して結果を見てまた考える、これをぐるぐる回すの。リアクトパターンって呼ばれてるんだよ。リアクトパターン、なんか聞いたことあるような名前だな。アンドレイ・カーパシーはこれを LLM がコントロールループを回すって表現してるの。脳みそが指揮官になるイメージね。 LLM が指揮官、めっちゃかっこええやん。ハムスター部隊の隊長みたいや。つまり本物は知識、ツール仕様、マルチステップス理論の3点セットなの。1つでも欠けたらただの RPA なんだよ。なるほど、3点セットか。これでエージェントウォッシングに騙されなくなるな。これで見分けがつくね。じゃあ次はこの3点セットを満たした実際の成功事例を見ていこう。本物の見分け方は分かった。ほな実際に本番までたどり着いた1割の会社って何やってるん？いい質問なんだよ。今日は代表的な3社を順番に見ていくね。まず1社目はセールスフォースのエージェントフォース。セールスフォースってあの営業支援の会社のやつ？そう、 CRM の大手なんだよ。エージェントフォースは自社のサービス画面に組み込める AI エージェントなの。通信会社での例だと簡単な問い合わせをエージェントが先に対応して人は難しい案件に集中するの。なるほど、全部 AI に任せるんやなくて簡単なやつだけってとこがミソなんやな。そこ大事なポイントなの。タスクを絞り込んで人と役割分担してる。これが成功してる会社の共通点なんだよ。2社目は SAP のジュール。世界中の大企業が使ってる業務システムに組み込まれた AI エージェントなの。業務システムってなんか急に難しそうな話になってきたで。簡単に言うとね、会社のお金や在庫を管理するシステムの中に AI アシスタントが住んでるイメージなの。ジュールがうまいのはいきなり全自動を狙わず、まず人の作業を支援するところから始めて徐々に自動化を広げてる点なの。おう、いきなり全部任せへんのが偉いな。失敗したら被害もでかいもんな。3社目はサービスナウ。社内のヘルプデスクや申請処理にエージェントを入れて地道に業務を自動化してるの。ヘルプデスクってパソコン壊れた時に頼むあれやろ？それ AI に任せたら助かるやんけ。サービスナウのすごいところは効果を数字で測ってるの。何件処理したか、何時間浮いたか、毎月追跡してるんだよ。効果が数字で出るのは大事やな。儲かってるか分からへんままじゃ続けられへんもんな。海外ばっかやけど日本にもそういう会社あるの？あるよ。三菱 UFJ フィナンシャルグループは社内向けの生成 AI を段階的に展開して行員の業務を効率化してることを公表してるの。3社に共通してるのはね、タスクを絞る、
段階的に広げる、効果を数字で測る、この3点セットなんだよ。シンプルやけど、これができて変害者が9割ってことか。じゃあ逆にこける会社はなんでやらかすん？じゃあ次は逆の話ね。せっかく始めたのになんで 40% 以上もキャンセルされちゃうのか、3大原因を見ていくよ。 POC 地獄ってやつやんな。試しただけで本番に行けへんやつ？そうそう、1つ目の原因はね、ガバナンスの欠如。要するに誰が責任を持つかが決まってないの。責任者？もしエージェントが勝手に間違った行動をしたら誰が謝るかってことを？そう、まさにそれ。ガートナーは事前に責任者を決めてない企業が圧倒的に多いって警告してるんだよ。そりゃあかんやろ。勝手に動くのに責任者おらんって。事故起きたら誰が尻拭いすんねん。だから2027年末までに4割超がキャンセルされるって予測の主因がまさにガバナンス欠如って言われてるの。うわ、僕の飼い主の会社も絶対決めてなさそう。で、2つ目の原因は何なの？2つ目はスコープの拡大。スコープクリープって言うんだよ。最初から欲張って大きく作ろうとしちゃうの。欲張り？何でもできる万能エージェントをいきなり作ろうとするってことを？そういうこと。さっきの成功事例で見たでしょ。成功してるのはタスクを狭く特化した子たちだったよね。ああ、セールスフォースのやつもしっかりタスク絞ってたもんな。逆をやると失敗するわけや。実践的なアドバイスでまず10タスクに絞れって言われてるくらいなの。最初は狭くが鉄則。10タスク、それやったら Y でも数えられるやん。そこまで絞らんとあかんねんな。そして3つ目は基盤モデルとツールの選び方を間違えちゃうこと。これも結構多いんだよ。選び方？とりあえず一番大きいモデル使っとけばかしとくなるんちゃうの？違うんだよ。タスクに合わないサイズだとコストが膨らむし、ハルシネーションも起きやすくなるの。ハルシネーション？業務で嘘つかれたら致命傷やん。お客さんに損害出たらどうすんねん。ねえ。だから1つ目のガバナンスに戻ってくるの。3つの原因は実は全部つながってるんだよ。なるほどな。奥が深いわ。じゃあ日本企業の場合はどうなんだろう？ちょっと気になってきたわ。ねえきなこ、ここまで聞いてきたけどさ、僕みたいな普通の人にも関係ある話なの？もちろん関係あるよ。実は日本企業の導入状況って世界とちょっと違う特徴があるんだよね。違う特徴って？日本の会社ってちゃんと導入できてるの？大企業はかなり積極的なの。一方で中小企業は欧米より遅れ気味って言われてるんだよ。へえ、大企業は頑張ってるんや。具体的にどんな会社が動いてるの？例えば三菱 UFJ フィナンシャルグループはローン申請の自動化や行員の調査業務効率化に AI を活用してるんだよ。あとは富士通や NTT データみたいな国内大手も自社サービスに AI を組み込む取り組みを進めてるの。おお、日本の大手もちゃんとやってるんだね。でも遅れ気味の会社はなんで進まないの？そこに日本特有の壁があるの。年功序列、ハンコ文化、それから古いコボルで動くレガシーシステム。うわ、ハンコもらうのに3人の上司を回るやつや。AI どころちゃうやん。そうなの。意思決定が遅いと AI 導入のスピード感に追いつかないんだよ。技術より組織の問題の方が根深い。じゃあもう日本は手遅れってことを？海外にどんどん抜かされちゃうの？そんなことないよ。日本政府も AI 戦略を打ち出して企業へのガイドラインや投資を進めてるんだよ。むしろ今から本気で取り組めば日本はまだ10分間に合うの。大事なのは正しいやり方を知ることなんだよ。じゃあその正しいやり方って何？本番までたどり着くコツ、特徴知りたい。コツはね、3つの条件があるの。これを揃えれば本番到達率がぐっと上がるんだよ。3条件、メモする準備できたね。教えて教えて。1つ目はガバナンス確立。事前に責任者を決めておくの。誰がエラーを止めるかをはっきりさせるんだよ。ガバナンスってなんか会議でよく聞くけど、要は責任者決めるってことを？そうなの。誰が止める権限を持つか、誰が最終判断するか、紙1枚に書いておくだけでいいんだよ。紙1枚でいいんや。それなら今日からでもできそうやな。2つ目はタスク特化。最初は10タスク以内に絞るの。欲張って全部詰め込まないのがコツなんだよ。10タスク以内？
もっと一気にやった方が成果出るんちゃうの？それが落とし穴なの。狭く深く段階的にやる方が結局は本番到達が早いんだよ。選ぶ基準は繰り返しが多い、ミスが起きやすい、人が嫌がる、この3つに当てはまるタスクを選ぶの。人が嫌がるやつ、確かに AI に任せたいやんな。絶対喜ばれるやつや。3つ目は ROI 測定。数字で効果を見える化するの。何件処理できたか、何時間浮いたか、月次で追跡するんだよ。数字で見えると上司にも説明しやすいもんな。続ける言い訳もできるし。成功事例のセールスフォース SAP サービスナウは全部この3点セットを実践していたの。ガバナンス、10タスク、ROI 測定、この3つやな。完璧に覚えたで。じゃあ最後に2027年以降の AI エージェントがどうなっていくかの話をするね。未来の話やん。ワクワクするやんけ。まず市場規模なんだけど、現在は118億ドル規模なの。これが2030年には1100億ドル以上になるって予測されてるんだよ。10倍近くに膨らむんか。規模でかすぎてピンとこうへんわ。次にトレンドの中心になるのがマルチエージェント協調なの。それ何？エージェントが集団で動くやつ？そう、役割分担するの。調査が集めて、分析が整理して承認を通って、最後に実行エージェントが動くって流れだよ。完全に会社の組織やん。AI 同士でチーム組んで仕事するんかい。エージェント同士が通信する標準プロトコルも整いつつあるの。 Google の A2A やアンスロピックの MCP が代表なんだよ。企画が揃うってことは違うベンダーの AI 同士でもつながるってことを？そういうことなの。ただね、ガートナーの 40% キャンセル予測の先には勝ち残った企業が市場を独占する構図があるの。勝ち負けはっきり分かれるパターンや。遅れたらマジでヤバいやつやん。でも安心してね、日本企業も今から正しく取り組めば10分間に合うんだよ。逆に出遅れるとグローバル競争に置いていかれちゃうの。それって今からやっといた方がええやんけ。動き出すなら今やな。そう、その姿勢が一番大事なの。小さく始めて学びを積み上げていけば未来の波にちゃんと乗れるよ。さて、今日のまとめに行くね。AI エージェントについて結構深く掘れたんじゃないかな。僕頭パンパンやけど整理したいわ。お願いして。まず一つ目、AI エージェント市場は118億ドル規模で急成長中だけど、本番運用に到達してるのは11、14% だけ。2つ目、本物のエージェントは RPA と違って自律性、ゴール思考する仕様の3点セットを持ってるの。3つ目、成功企業の共通点はタスク特化、段階的展開、ROI 測定の3つだよ。セールスフォース、SAP、サービスナウが揃ってこのパターンやったもんな。4つ目、失敗の3大原因はガバナンス欠如、スコープクリープ、モデル選択ミス。ここを外すと一気に崩れるの。そして5つ目、日本企業は今から始めても10分間に合うよ。だから怖がらずに小さく始めてみてほしいな。勉強になったわ。僕エージェントと RPA の違いも間違えへんで。ここで視聴者のみんなに聞きたいことがあるの。あなたの会社や職場では AI エージェントって POC 段階？それとも本番で使えてる？どんな業務に使ってるかコメント欄で教えてね。みんなの事例があるととても参考になるんだよ。ちなみにうちの飼い主多分 POC とマリアと思うわ。タブレット触ってる時間長いだけやし。もっち、それ飼い主が聞いたら怒るやつだよ。まあ知らないからいいけどね。今日の動画がためになったなって思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いするね。登録してくれたら僕らの活動が続けられるねん。ほんまありがたいわ。チャンネル登録とスーパーサンクスがわしの種代になります。お願いします。便乗してる。でも高評価とコメントが次の動画制作のモチベーションになるからぜひよろしくね。